お昼の放送新企画として募集したお便りに気軽に同調するうららん相談室を行う春うらら。うったらー。みんな楽しい青春送ってるかな今日のお昼の放送は私のターン。題してうららん相談室。あらかじめ募集していたみんなのエピソードを紹介するね。トレセン学園のトレーナーさんは基本的にクソボケ属性持ちが多いからね、みんな苦労してると思うんだ。そうだねって気軽に同調してあげるからリアルタイムでもどしどしエピソードを送ってほしいな。もちろんお友達とのエピソードでもいいしあまり深く考えずに送ってくれていいからね。それじゃあうららん相談室始まるよー。いつかのうらら裁判長の再来か？トレセン学園の善であるうららの言葉は絶対だからな。じゃあ最初のお便りね。クリスマスに人気のお店を予約して友達と行っておいでってのたまったんだ。それはトレーナーさんが悪いね。じゃあ次のお便りね。エスコートするって言いながら要所要所であざとくドジっ子属性を発揮してたんだ。それはトレーナーさんが悪いね。じゃあ次のお便りね。トレーナーさんの選ぶ服がいつもダサいんだ。それはトレーナーさんが悪いね。だからって毎度服を破くのはさすがにやりすぎだからフライトさんも気をつけようね。じゃあ次のお便りね。ちょっと笠松まで釣りに行ったらそのことがフラワーちゃんにバレて大変なことになっちゃったんだね。これはローレル先生案件だね。もしもし先生？せいちゃんのところまでお願いしまーす。浮気するせいちゃんが悪いよせいちゃんが。スカイさんは悪くありません。悪いのはあのビッチのメガネマスクです。じゃあ次のお便りね。みんなからお金を借りてたらシーザリオちゃんに集約されちゃったんだ。それはスペちゃんが悪いよ。一発当てて返済とか考えずに地道に3000円ずつでも返そうね。じゃあ次のお便りね。トレーナーさんが定規を使わずに直線飛行として失敗したんだ。それはトレーナーさんが悪いね。確かの定規使わずに直線引けるって地味なようでいてめちゃくちゃすごいよな。こんなの絶対に無理だもん。じゃあ次のお便りね。トレーナーさんがメートル砲使うのをやめてくれないんだ。それはトレーナーさんが悪いね。それはそれとしてこのご時世でヤードポンド砲使う方が少数派だという自覚は持とうね。そんなわけないだろ。どこの田舎だよ。ともあれヤーポン砲は滅ぶべきであると考える。ヤーポンのせいで飛行機落ちたんだぞ。アタシとマイルの素晴らしさについて語り合う必要がありますね。じゃあ次のお便りね。一生でもとか言ったんだ。それはトレーナーさんが悪いね。じゃあ次のお便りね。1200メートルレース3本で合わせて3600メートルなんだ。それはトレーナーさんが悪いね。私のトレーナーさんは悪くなんかありません。それでは。本人がそう言うなら悪くないね。バクちゃん相談のふりしてのろけに来ただろ。じゃあ次のお便りね。闘魂注入と称して思わず声を上げちゃうくらい強く叩かれるんだ。それはそういうプレイなんだね。今は多様性の時代だからね、そういうプレイがあっても全然いいと思うし第三者が口を出すことじゃないと思うの。じゃあ次のお便りね。体重絞るためにプールトレーニングしてたのにポテチとアイス暴食しちゃったんだ。それはミラコさんが悪いよ。同調してくれるんじゃなかったの？本人が悪いのに同調するほどうららちゃんは愚かではない。これはミラコのためを思ってのうららの優しさなんだよ。じゃあ次のお便りね。僕の理屈はこうだとか言って後輩のこの新馬戦に行ったんだ。それはトレーナーさんが悪いね。お兄様はさ、ブルーローズチェイサーされても文句言えねえぞ。じゃあ次のお便りね。チームメンバーがレースで稼いだ賞金をトレーナーさんに貢いでトレーナーさんもそのお金をお船で溶かしちゃうんだ。それ精神疾患かもしれないよ。早く精神科に連れて行ってあげてね。このままだとみんな不幸になるよ。もちろん連れて行くのはそのチームメンバーとトレーナーさんの2人だからね。スケルはトレが吸った姿を見て興奮してるだけだからおかしくないだろ。それ精神疾患かもしれないよ。おいたわしやたるえ。じゃあ次のお便りね。トレーナーさんが騎士装備じゃなくて侍装備を選んだんだ。それはトレーナーさんが悪いね。いざ。だって正宗には開幕行動あるから。じゃあ次のお便りね。トレーナーさんが侍装備じゃなくて騎士装備を選んだんだ。それはトレーナーさんが悪いね。ノーリーズン落城。だってエクスカリバーには常時ヘイストがあるから。
この二人、逆だったかもしんねえ。じゃあ次のお便りね。ストレス発散に行ったらすっかり片付いた部屋をドヤ顔で見せてきたんだ。それはトレーナーさんが悪いね。じゃあ次のお便りね。絶対に自分と担当契約してほしいから契約しそうな他の子がいたら裏から手を回して妨害してたら不信感持たれたんだ。それはジャーニーさんが悪いよ。馬娘と馬娘トレーナーは信頼という名の絆で繋がりプインクルシリーズをかけるんだよ。本当に契約してほしいのなら真正面から気持ちを伝えるべきじゃないかな。もっと言ってやってよ。じゃあ次のお便りね。焼肉なんか高くておごれないって言っておきながら自分自身は週3で焼肉ライクに行ってたんだ。それはトレーナーさんが悪いね。そうだねすぎる。じゃあ次のお便りね。イケボで君の、その目が好きだなとか君以上に魅力的な馬娘はいないとか刺さること言うから ASMR にしたんだ。それはトレーナーさんが悪いね。じゃあ次のお便りね。温泉旅行に誘うのに照れ隠しでボディーガードとか言ったら本気にされたんだ。それはファルコさんが悪いよ。もう一回言うけどそれはファルコさんが悪いよ。はい。ごめんなさい。うららさん。じゃあ次のお便りね。本物が目の前にいるのにパカ口を可愛がってたんだ。それはトレーナーさんが悪いね。じゃあ次のお便りね。レースを走るたびに折り紙のトロフィーをいっぱい折ってくれたんだ。それはトレーナーさんが悪いね。別に悪くはないんじゃないかな。じゃあ次のお便りね。食べたくないのに早秀さんがお野菜いっぱい入れてくるんだ。それはブライアンさんが悪いよ。くそ、私に味方はいないのか？じゃあ次のお便りね。信頼は言葉にしなくても伝わると思ってたんだ。それはルビーさんが悪いよ。人類っていう存在が他の動物と一線を画すのは会話によって意思の疎通ができる点なのになんでその利点を活かさないの？せっかく使えるものを使わないで気持ちが伝わってなかったっていうのは甘えなんじゃないのかな？うららさんの土星論にグーの音も出ない私。うららがちょいちょいマジレスしてるの草生えますよ。じゃあ次のお便りね。トレーナーさんが振り向いてくれないからいっそのこと襲っちゃおうかと考えてるんだ。あのね、親御さんだってあなたの輝かしい未来を信じてこのトレセン学園に入学させてくれたんじゃない？それなのに一時の情念に流されてそういうことしちゃうのは私はどうかと思うよ。思い出して、あなたがトレセン学園に入学した日のことを。正論すぎて涙出ますよ。じゃあ次のお便りね。完全に適正外なのに担当馬の年末の有馬記念出走をまた許可しちゃったんだ。いいんじゃないかな。またっていうのはよくわからないけど。本人はトレーナーのことを信じてずっと一緒に歩み続けてきたんだし。とにかく大丈夫、担当の子を信じてあげてほしいな。多分その子は記念出走なんかじゃなくて絶対に勝つつもりなんだと思うよ。他のお便りで他の子のトレーナー相手にはトレーナーさんと呼ぶうららがトレーナー呼びしてるということは、この裏トレモループの輪廻から解き放たれる時が来たか。あ、予令だ。じゃあ今日のうららん相談室はここまで、またねー。やべえぞ、簡単〇〇とウミウシが大量生産されてる。相談室だと思ったら途中からズバリ言わよみたいになってきたな。ズバリ言われるようなことをしてる方が悪い。ありとあらゆる人からプライベートの相談されるうららの人望すごくない？女の相談なんか同調してもらうのが目的だから適当に頷いてくれると思われてるうららちゃんが最適なだけだぞ。同調どころか正論でフルボッコにしてましたよね。ふにゃっとした顔で相談受けてて急に美人顔アップのマジレスモードされるのが癖になっちゃう。こうして人参プリンは統治されるのだ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。